What's up YouTube? 今日のビデオはですね、実はですね、YouTube のビデオを始めてから1周年、1年経ちましたっていう記念ビデオです。イエーイパチ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 。一番最初のビデオを作ったのが確か去年の3月末だったと思うんですけれど、もうね、どうやってビデオを撮っていいかわからないし、まず今撮ってるこのビデオのウェブカムを持ってなかったので、ウェブカムちゃうわ、これなんて言うんやろ。カムコーダーを持ってなかったので、こう iPhone で撮ったんですね。でね、iPhone ってね、こうカメラのレンズがここにあるんですよ。でもね、ほらセルフィー撮ったことがみんな撮ったことあるよね。セルフィー撮ったことがある人は分かると思うんですけど、画面がここに映るんですよ。だからね、ずっとここ見て喋ってて、ここ見て喋らなあかんのに、ずっとここ見て喋ってて、まあカメラに変わってからも結局なんかこっち見て喋ってることがたまにあるんですけど、なんでどこ見て喋ってんねんっていうのもあるし、何喋っていいか分からへんかったんで、こう割と個人的にもう見返す気もしないというか今見てもひどい出来なんだろうなとは思うんですけれど、でもね、とにかく最初は始めた理由が、私ね、こう人と話すのがすっごい苦手でっていうと、友達は多分びっくりすると思うんですけど、人と喋るのも苦手やし、電話かけるのも苦手やし、こう知らない人と喋るのがものすごく苦手なんですよ。で、特にアメリカに来て英語でそれをやるってなったら、なんとなく腰が引けてしまって、人と喋る機会が減っていって、これではいかんと、私はもうちょっとこう喋るのにこう抵抗感がないように頑張ろうと思ってビデオを撮り始めたのがまずあるんですね。なので英語の練習と思って最初に英語のビデオを撮り始めたんですけれど、そうこうしてるうちに、日本人だし日本語ビデオを撮ってみようかなと思って、あとね、日本の友達引っ越しが多くて、私フロリダに何人か日本人の友達が前いたんですけれど、フロリダの後にカリフォルニアに引っ越して、カリフォルニア、ニューメキシコでフロリダ戻ってきてってなったら、駐在の奥さんとかこうエアフォースの奥さんってもうみんな3年4年単位でいなくなりはるから、次の赴任地に行って、結局前友達やった子ももうこっちには住んでなかったりしてですね、日本語を喋る機会がたまに「おかん元気?」っておかんに電話するぐらいでになってしまってですね、日本語が出てこないんですよ。で、日本語の本とかも読まないし、でこうビデオとかこのラジオとか全部英語で聞いたりしてると、もう日本語のインプットがないとアウトプットが出ないじゃないですか。だから日本語を喋る機会が全然なくて、ちょっと日本語でビデオを作ってみようと思ったのがその始まりだったんですね。なんですけれどこの間ですね、1ヶ月ちょっと前ぐらいに100本やっと超えたんです。 YouTube のビデオを撮り始めた時に、これは出来がひどいけれど、ずっと作っていかんことには練習しないことにはうまくならないから、とりあえず100本は絶対作ってみようと思って、コツコツとたまに間が空いたりもしましたけれど、100本作ろうと思って、ついこの間100本超えたんですね。そしたら100本を超えたあたりから、肩の力がふっと抜けて、そっか、これでええんかみたいな。今までは YouTube って割と20代の若い子とか、最近は10代の子もいるよね、でやってるイメージがあって、すごい若い子のコミュニティみたいな。だから私こんなとこで37でもうアラフォーやし、何喋っていいのかしらみたいなのがあったんですけど、だんだん肩の力が抜けてきて、私はこれでいいんだって、私は私でいいんだと思うようになってきましたね。アメリカに住んでる人はたくさんいるだろうし、日本人でもね、アメリカに住んでる日本人はいるだろうし、ビーガンの人もいるでしょう。ミニマリストになりたい人もいるでしょう。で、旦那さんがエアフォースですよとかミリタリーですよっていう人だっているでしょう。でもね、全部ひっくるめて、じゃあこういう私ですよみたいな人って、私は私でしかないというか、私は私でいいんだなって思えるようになってから、もう自分の作りたいものを作ってアップして、でそれを見て誰かが楽しいやん、面白いやんと思ってくれたらいいかなっていう風に思えるように最近になってきました。やっとですね。前はね、結構ね、人の反応が気になったりとか、あとビデオでいらんこと言うてしまったん違うやろかとか、私は私で自分の意見があっても、いやでもこんなん言ったら誰かに反感買うかもみたいなのがちょっとあったんですね。ちょっととは言わへんけどだから言いたいことを言って、だって100万人いて100万人全員に好かれるのは無理でしょ。でも100万人のうち1人でも2人でも自分のことをめっちゃ好きって言ってくれる人がいたら、それで友達になれるじゃないですか。だから最近はこの年になってきて、それはそれでいいのかなと思うようになってきました。あとですね、
この年になって新しいスキルを学べるというのはやっぱりそれでもすごく楽しいです。私ね、今までビデオとか撮ったことなくて、だから撮影のなんつうのアングルとかもよくわからないし、ライティングがどうとかもわからないし、で編集の仕方も編集ソフトとか使ったことなかったんで、今だから若い子すごいよね。自分であれ10代の子とか20代の子とかってやってソフト使って編集してあげてんのよね。すごいよね。偉いね。多分抵抗ないんやろね、そういうの。だからこの年になってやっぱりまだいろいろ学べることがあるというのはすごい面白いし楽しいです。でいろんな人に反応をもらえるのも楽しいし、でやっぱりやってみたいことはいっぱいあるんですよね。ソフトはね、なんかね、今までずっと Windows についてきたムービーメーカーっていうのを使ってて、でも夫がね、なんかソフトを買ったんですよ、映像編集用の。でそれをちょっと今度使ってみようかなと思ったり、あとはなんかね、いろいろみんな見てるとね、ここにキャプション入ったりとかするじゃないですか。ああいうのもやってみたいなとか、特殊効果とかよくわからへんけど、なんかやってみたいことはたくさんあって、あと喋りもね、最近やっとカメラのここ見て喋るっていうのにやっと慣れてきました。それまではね、ずっとこっち見てましたからだからあれやね、やっぱりいろいろ学びがありますね。はい。でね、 YouTube やってて面白いのが、自分にとって今までどうってことないわというか当たり前やと思ってた世界が他の誰かにとってみたら新しい世界やったりするっていうのがあるんだなと思いました。逆もしかりで、私 YouTube 見てて自分にとって知らないこと、例えばね、私ね、つい最近までここをねお団子にする方法をね30何年知らなかったんですよ。で1年ぐらい前に YouTube でググったら、まあ出てくるわ出てくるわ、いろんな人がやり方をねアップロードしてくれてるんですよ。だからそれでわあ、ありがたい世の中やなと思って、だから自分にとって大したことない情報でも他の誰かが見て、ああそっかって思ってくれる誰かがいるんやっていうのは新しい気づきでしたね。だからそれが面白くて毎日やってるようなところもあります。はい。なんであれですよ、私のビデオを見てくれてる人はみんな友達と思ってるんで本当に、いや本当1年間こうしてやってこれたのも、細々ながらやってこれたのも、皆さん、見てくれる皆さんがいるおかげでございます。はい、ありがとうございます。パチパチパチ、本当にありがとうね。そんな感じで、これからもちょっと肩の力を抜きながら頑張ってビデオを作ってやっていきたいなと思いますので、これから今後ともどうぞよろしくお願いします。ということで、皆さんまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。